春、新生活シーズンですね。一人暮らしを始めたり入学入社されたりと人生の転機を迎えている方も多いんじゃないでしょうか。ということで、そういったタイミングで僕が実際に持っていてよかった、逆に買っておけばよかったといった、暮らしを豊かにするもののベストバイ全部で16個をご紹介していきたいと思います。そして Amazon では新生活セールファイナルとしてお得にお買い物ができる絶好のタイミングなんですね。ぜひこの機会に皆さんの生活がより良くなるアイテムを探してみてください。ということで行ってみましょう。まずは外出やデスクワークを支えてくれるアイテムから、特に学生や社会人の方ですかね。パソコンを使う方は多いと思うんですが、カフェや出先とかいろんな場所でパソコンを開く可能性がある方もいるんじゃないでしょうか。まさに僕ですね。そういった方はぜひパソコン用のモバイルバッテリーがあると安心です。特に僕がおすすめなのがアンカーパワーバンク1万ミリアンペアの製品です。最近僕もこれを購入して非常に満足しています。何がいいかというと、1台で3役揃うんですね。モバイルバッテリー、そして充電器と USB-C ケーブル、これらが 3in1 のモデルです。バッテリーの容量は1万 mAh、スマホを緊急で充電したい時とかには十分すぎるほどの容量ですね。機種にもよりますが、だいたい2回分充電できます。そしてこの容量であればパソコンも延命させることができます。30W での出力が可能なので、MacBook でいうと Air とか中程度くらいまでのスペックであればこれで十分です。プラグがついているので、カフェなど電源があるところではもうこれを充電器として使えるんですが、電源がない場所でもバッテリーを補充することができるんです。そして内蔵ケーブルですよね。これも便利。短めではあるんですが、耐久性も高そうなこの USB-C ケーブルが本体についてしまっています。それこそモバイルバッテリーとして使いたい時とかにわざわざ別で充電ケーブルを持ってきてカバンを出してといったそういった手間がなくなります。電源から供給するには若干短いシチュエーションももちろんあるんですが、ついてた方がやっぱり便利ですよね。こんな感じでちょっとストラップ風に持つこともできます。この 3in1 の製品最近増えてきましたが、それでも出力が 30W 以上というね、パソコンでも対応できるようなものっていうと数はそんなに多くないんです。その中でも僕はやっぱりアンカーは充電器メーカーとしてはすごく信頼しているので、そういった点で選ぶ価値のあるモバイルバッテリー兼充電器兼 USB-C ケーブルかなと思います。これはどちらかというと外に出歩くことが多い方向けの製品ですね。で一方で、自宅とオフィスくらいでしかもう仕事をしないという方は、正直多分モバイルバッテリーは必要ないと思うんです。まさに前職での僕ですね。でそんな会社で使い続けてたのがこのアンカーナノです。もうね、やっぱりアンカー、そのさっき言った信頼性だけではなくて、やっぱりスペックの面でも頼れるところは大きいです。アンカーナノ、僕が使っているのは 65W のものなんですが、このサイズで 65W ですよ。多分ね、会社から支給されたパソコン用の充電器あると思うんですけど、アダプタとかいろいろ含めたのがこれだけですからね。もう手のひらに収まってしまいます。なんで会社のパソコンのために自分のお金払わなきゃいけないのみたいな気持ちもわかるんですけど、自分で買ってでも揃えた方が絶対に幸せになれるアイテムです。ちっちゃいに越したことはないですからね。 65W なので、より広いモデルで対応することができると思います。 MacBook Pro や他の Windows PC も含めて、大体は対応できるんじゃないかなと思います。ただ、これは USB-C ケーブルはついてないので別で準備する必要があるんですが、僕はもうこれをおすすめしてます。一時期注目が集まったりもしたんですが、アンカーの 2in1 USB-C ケーブルです。そう二股の USB-C ケーブルなんです。入り口は1本、そして出口は2本あります。最大で 140W まで出力ができるので、このアンカーなのであれば全然十分ですし、接続したデバイスに応じてワット数を自動で調節してくれます。基本は1個を使って PC を充電しながら仕事をして、でスマホの充電がなくなったらもう片方で PC には給電したままで充電するみたいな、本当にこの充電器が1つだけで済んでしまうためにも、緊急用途も含めてこの二股ケーブルはかなり便利です。配線がすっきりするっていうのもいいし、アイテムの数を減らせるっていうのも本当にいいですよね。こういったアイテム、安全性にたまに疑問の声が上がったりもするんですが、過電圧の保護や温度管理に対する対策も進めています。なので個人的には十分信頼できる製品かなと思っています。気になる方はぜひ公式サイトの方もチェックしてみてください。なので充電系はもうモバイルバッテリーの方がいいという方はこれで、逆にもう据え置いてできるだけシンプルに使いたいという方はこの2つの組み合わせ、これが僕の中ではベストかなと思っています。続いてはスマホにつけるアクセサリーです。
荷物を減らしたいという方多いと思うんですけど、最近僕がメスを入れたのが財布です。財布って皆さん使いますか？もちろん持っている方は多いと思うんですけど、現金を使う頻度がだいぶ減って、クレジットカードもなんならこのスマホに入ってしまった中で、いよいよ本当に身分証と、あと万が一のためのカード1枚ぐらい入れれば十分なんじゃないかなというふうに感じ、このサテチのウォレットスタンドを導入し始めました。これがねすごく良いですね。展開して中には4枚のカードを収納することができます。と言いつつ僕は4枚入れてないですね。デビットカード1枚と免許証を1枚と、この2枚だけで生活してます。大抵の決済はねもうピッでビザでタッチでいけちゃうので、僕マスターカードでした。取り出す頻度が高いカードに関しては前のポケットに収納することもできます。でこれが肝ですね。単なる財布ではなくてガガッと展開してこんな感じでウォレットスタンドの名前の通りでスマホスタンドとして機能します。やっぱりねなんだかんだあったら便利なんですよ。このスタンドは動画を流しておきたいとか、ちょっとパソコンと同時に作業するので横に置いておきたいとか、使いどころは山ほどあります。そしてマグセーフでくっつける分縦だけではなくて横でスマホを固定することもできるんですね。ここら辺は本当にシンプルながら使い勝手がすごく良いです。でこのスタンド部分のヒンジも結構がっちりしてるんですよ。使いにくいわけではなく十分保持してくれるほどのこの強さがあります。保持力約 900g ということで、スマホが 900g になることはないので、もう全然問題ないかなと思います。素材はヴィーガンレザーということで、質感はすごくいいですね。これで完全にスマホと財布を一体化することができました。続いてこれはね僕入社当初から持っといてよかったってすごく思っているアイテムですね。トラックボールです。中でも、一番人気のトラックボールともいえる M575SP という、ロジクールから出ているトラックボールマウスになります。トラックボール皆さん触ったことありますでしょうか？マウスって普通机の上で動かして使うものなんですが、これはもう完全に置いて親指でこのボールをいじってカーソルを操作するというようなデバイスです。僕はもう完全にこれに慣れてしまって普通のマウスが全然使えなくなってしまいました。そのくらいには便利ですね。特にトラックパッドやマウスパッドに慣れていた方にとってはこちらの方が馴染みが早いんじゃないでしょうか。人間工学的なデザインで手で包むような形で保持して、もう常にこの場所から離さずに手や手首への負担を減らしてくれます。 Bluetooth 接続ができないパソコンでも、USB 経由で接続が可能ですし、アプリで操作のカスタマイズをすることもできるんですね。ここに自分だけのショートカットを割り当てて、自分が一番使いやすいマウスを目指せるというようなトラックボールマウスでもあります。充電ではなくて単酸乾電池を使うんですが、基本買えないですね。公式情報によれば、この単酸電池1本で21ヶ月最大で持つということで、なかなかの長寿命かなと思います。でこちら M575SP という、最新のモデルなんですね。これはクリックの静音性が上がりました。特にこれオフィスで音を気にされる方いるんじゃないでしょうか。カチ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 っていうこういった小刻みな音がもうだいぶ軽減されて本当に静かになってますね。前モデルを使っていたからこそこの進化をすごく顕著に感じます。あと本体もプラスチック製なのがすごく良いところです。ラバー素材だと長く使っていると、特に1日8時間ずっと包んでいると汗で結構劣化してくるんですよ。それがプラスチックだとだいぶ抑えられます。そういった意味でもすごくおすすめですね。ちなみに僕はこのボール、付け替えていて、もともとは青が正式なものですね。メンバーのリンクも貼っておきます。統一感はこちらの方が高くて僕は結構気に入っていますね。そしてこのお仕事系、最後はこの椅子です。もう僕が各所で紹介しているんですが、コクヨのイングライフというオフィスチェア、これは本当に僕が人生で一番出会ってよかった椅子と言ってもいいですし、昨年のベストバイでもあります。自宅用のオフィスチェアとしてぜひね導入を考えていただきたいなと思うんです。値段はそこそこなんですが、これは唯一無二の椅子かなと思いますね。特徴的な見た目は、リビングにも馴染む椅子ということで曲線を中心とした造形になっています。アクセントカラーを使っていて背中のウッドもすごく温かみのある印象ですね。そして驚くべきはやっぱり機能面なんです。この自由度ですよ。本当にすごいグライディングの機構が備わっていて、まるでバランスボールに座っているかのような感覚になります。これによってずっと同じ姿勢で椅子にとどまるということがなくなって、ちょっと疲れたら軽く体を動かすことで
リラックスというかね、ガチガチにならず疲労がたまらずに済むんですよ。前後だけではなくて左右にも。とはいえバランスボールと違って安定感があるというのがめちゃくちゃいいところですね。本当に唯一無二の2点かなと思います。座面も広めで質感もよく、キャスター付きなので部屋が狭くても、例えばリビングのチェアとワークチェアをこれ一つで兼ねられたりもするんですよね。いやー、いいですね、いいですね。カラーバリエーションも豊富なので、ぜひ自宅に合ったものを選んでほしいなと思います。続いては家事です。一人暮らし始めたてとなると、やっぱりいきなり装備ゼロ、知識ゼロみたいなところから、もう手探りでいろんな生活に関する物事を始めなければいけません。また今までも一人暮らしをしていたけど社会人になったみたいなタイミングだと、急に時間がなくなってかなりね状況が変わると思います。そこで、本当にいろんな時短とかね、効率化とかそういったアイテムはあるんですが、今回は3つほど厳選してご紹介したいと思います。1つ目はこちらです。ヤマゼンの電気ケトルです。電気ポットは、一人暮らしを始めて最初に買うべきキッチン家電のうちの一つです。冷蔵庫、電子レンジ、電気ケトル、この3つをまず揃えましょう。でそんな中で特にこのヤマゼンの電気ケトルがおすすめな理由、やっぱり見た目ですよね。どうしてもやっぱり電気ケトルは部屋に露出させて置いておくことが多いと思うので、やっぱり見た目気に入ったものを置きたいですよね。今だいたい3年半くらい使っていますが、まだ全然平気です。そう、耐久度も高いんですよね。細かな温度調節も可能なので、例えばお茶を美味しく飲みたいから80度にしておきますとか、もうできるだけ沸騰を早めて100度に設定しておきますとか、いろんなシチュエーションに即座に対応することができます。4分半で沸騰するんですよ。もっと早いものはあるんですが、この見た目でこの価格で、そして、このスピード、これらのちょうどいいバランスが個人的にはヤマゼンのものかなと思っています。口が細いのでコーヒーのドリップなどにも使うことができますね。また保温も可能です。最大60分程度保温してくれるので、本当に電気ケトルにはすごくお世話になっています。それこそ時間がない時にインスタントのものをいろいろと揃えるとかね、味噌汁でもスープでもカップラーメンでもパスタを茹でる時なんかにも僕は使ってますね。こういったいろんなお湯を沸かすシチュエーションにぜひねおすすめです。続いてはこちらです。掃除機です。時短家電というとロボット掃除機がパッと思いつくと思います。実際僕もロボット掃除機はすごく活用しているんですが、大まかな掃除はロボット掃除機に任せつつも、細かなところとかパッと自分で見つけたゴミとかをこれで吸い取る、この両頭使いが個人的にはおすすめなんです。シャークのハンディクリーナーです。ハンディという名前だけあって、普通のいわゆるな掃除機よりもコンパクトですよね。さっと取り出してさっと汚れに対して先を向けて一瞬で吸い取る、スポットでこういった掃除をするというのに非常に便利なんです。それでいて吸引力は十分です。前作の2倍ということもありますが、通常モードに加えてブーストモードとか、あと静音で長時間使えるエコモードとか、いろんなシチュエーションに合うように設定が準備されています。運転時間は最長で35分です。普通の掃除機と比べるともちろん短めではあるんですが、先ほど話した通りこれはスポット用の掃除です。ロボット掃除機と組み合わせて使うことでより進化を発揮するという点では、だったらできるだけ身軽に、容量が少なくてもコンパクトな方が取り回しがしやすいんです。ゴミ捨てもワンタッチ、裏側のボタンを開けると開いて、ここからゴミが放出されます。手を汚さずにゴミを捨てられるっていうのも嬉しいポイントですね。なんだかんだね、見た目もすっきりとした感じで好きなんですよ。ベージュっぽいカラーリングのものを選んでいるんですが、これは正解でしたね。家電感というか重々しさみたいなのが減ります。そして家事、最後はこちらです。一気に生活感が出ましたが、こちらは布団圧縮袋です。なるほど。じゃあこれとさっきの掃除機を組み合わせるのねと思うかもしれないんですが、違うんです。これは掃除機なしで圧縮することができるんです。ボタン一つで素早く空気を抜けます。このコンパクトなポンプですね。これによって空気を抜くんです。袋が全部で9枚ついているんですが、3種類のサイズが入っています。これによって布団だけではなくシーズンものとかコンパクトにしておきたいものを密閉して圧縮してできるだけ小さくすると。
なかなか収納スペースって限られますからね、こういったものをねフル活用していきたいところです。通常こういったものは蓋を閉めて最後終わるんですが、その瞬間に空気が入ったりするということもありません。そもそもこの蓋がないデザインになっていて、また空気の漏れを防ぐ強力な二重構造のジッパーを採用しています。僕もこうかさばるものいろいろとしまっているので、ぜひ皆さんもねこうやって収納の有効活用っていうのを考えてみていただければと思います。最後はスマートホーム周りです。例えばこのスマートロックなどは僕もいつか入れようと思って悩んでたらいつの間にか先に鍵をなくしてました。余計なお金を払いましたね。であればもう最初から鍵のない生活を実現しておいた方がいいです。僕が使っているのはセサミのスマートロックです。何よりもコスパの良さが魅力ですね。このタッチプロであれば、その名の通り指紋認証だけではなくて番号による解錠もそうですし、NFC 系のカードによって認証することもできるんです。またこの上の方に設置するものに関してはもうほとんどの鍵に対応しています。おそらくね多くの方がそこを心配されるんですが、僕の周りでスマートロックを導入して無理だったという方はほとんど見かけないですね。スマートフォンだけではなくて Apple Watch からも施錠解錠が可能ですし、数秒経てば自動でロックするオートロックの機能も搭載しています。もちろんオフにもできます。防水防塵なので室外でも大丈夫。これによってもう鍵を取り出す必要がなくなるので、鍵をなくさなくなるということなんですね。なくさないように気をつけようって言ったってなくしてるんで、僕も一人暮らしして2ヶ月で3回なくしたんで、本当に導入するなら早い方がいいです。続いてはスマートスピーカー。僕が使っているのは Amazon の Echo Dot というスピーカーです。音楽を鳴らすこともあるんですが、どちらかというと指示を出したり、あとは軽い情報を聞いたりですね。なんだかんだ服を着替えながら今日の天気は気温はって聞いたり、今何時って手が離せない状況で聞いたりだとかっていう使い方だけでも便利ですし、ここから紹介する他のスマートフォームデバイスと接続して指示を出せば勝手に照明をつけてくれたり、カーテンを閉めてくれたりとか、自分の手足を動かす必要がなくなってきます。そういったスマートフォームのハブになるような製品ですね。そのスマートフォームデバイスの中で僕が一番重宝しているのはこのスイッチボットの電球です。照明はインパクトでかいですよ。寝る前にリモコンを探したり部屋の電気消しに行ったりしなくていいんですよ。これで消してというと全ての照明を一気に消せたりもするので、完全にもうない生活には戻れなくなってしまいました。同じくカーテンですね。これも朝の日の光で目覚めるといった丁寧な暮らしを実現できるだけではなくて、僕ね割とそうなんですけど、カーテンを閉める癖開ける癖っていうのがないんですよ。それをもう自動で切り替えてくれるので、防犯的な意識でもそうですし、太陽光って浴びないとやっぱり人間メンタル落ちていきますから、そういったところでもすごく助けられてますね。朝決まった時間にカーテンを開けてくれるので、もう起きた時には日の光が部屋に入っているというような状態です。いやー確かに丁寧な生活ですね。そして先ほどのエコードットと、あと今紹介したスイッチボットの各種製品、これらを束ねてまとめ上げるための存在がスイッチボットのハブです。僕が使っているのはハブミニという、一番コンパクトなものですね。基本的にはもうこれで十分です。これらを僕は天井につけてるんですよ。天井に僕はダクトレールをね、配しています。もちろんマンション備え付けのものもあると思うんですが、後付けも可能です。僕が使っているのは共同照明のもの、1.5 メートルの長さのものを使っています。こういったスマートフォーム系のデバイスを上に追いやれるんですよね。正直あんまりガジェットというか電化製品感を部屋の中でインテリアとして出したくないので、上に追いやってしまうっていうのは結構おすすめです。また照明とかも自分の好きな位置に固定できるようになるので、そういった自由度の高さもこのダクトレールによって上げることができます。スマートフォームってハードル高くないので、これらを駆使して、そしてできるだけ早いうちにぜひ導入するのがおすすめです。ということでいかがだったでしょうか。今回紹介したものはおそらくいずれ必要になる、欲しくなるものだから、だったら最初から買っておいた方がスタートダッシュを切れるよというようなアイテムばかりです。今回のセール Amazon でのお買い物がお得になっているタイミングで気になるものはぜひぜひ購入してみてください。皆さんの生活のライフハックみたいなのもぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。